皆さんこんにちは。健康防災アドバイザーのいろはです。突然ですが、皆さんは大地震が来て停電したら何日くらい停電するかご存知ですか？また、停電に備えてどれくらいの電気を備蓄しておけばいいかご存知ですか？そして、うまく電力を備えておくと、停電していても普通に炊飯器や電子レンジを使えることをご存知ですか？電気は備えておかないと、明かりもなし、スマホもなし、ラジオもなしという超ハードモードの被災生活になります。逆に、しっかり備えておけば、災害中でもご飯を炊飯器で炊いて、レトルト食品を電子レンジで温めることができるようになります。この動画を見ることで、災害時に備えておくべき電力はどれくらいなのか、そして市販のポタ電よりもかなり安く、大量の電力を備蓄しておく方法がわかります。では、始めていきましょう。過去の災害から見る地震発生後の停電期間、過去の大地震、東日本大地震、熊本大地震では、どちらも停電から電力が復旧するまで約1週間程度かかっています。また、今後来る大地震として警戒される南海トラフ大地震での停電期間については、名古屋大学の減災連携研究センターによれば、およそ2週間で復旧可能と想定しています。そのため、今後来る大地震に備えて電力を備蓄する場合、できれば2週間分を備えておけるとある程度は安心することができると言えるでしょう。被災中、1日あたりに使う電力ですが、スマホ、居室用ランタン、懐中電灯、ラジオなど最低限の防災用品を無駄遣いしないように使用した場合、およそ 11,000mAh になります。最近のスマホがだいたい 3000mAh なので、1日にスマホを4回満タンにできる程度の電力が必要になると捉えると、少しイメージしやすいと思います。ちなみにですが、シミュレーションの詳細や、モバイルバッテリーや電池を使って電力を備える方法、おすすめのモバイルバッテリーについては、こちらの過去動画でご紹介していますので、ご興味のある方は、ぜひ見てみてください。ということで、1日に必要な電力はおよそ 11,000mAh、必要な日数は14日間のため、災害に備えて備蓄しておくべき電力の量は 154,000mAh ということが分かりました。私のなんとなくのイメージですが、だいたい一般家庭で普段から使っているモバイルバッテリーや電池をかき集めても多くて3万ミリアンペア程度だと思います。そうであった場合、地震発生から3日と経たずに電力が枯渇してしまいます。3日目の夜からはライトなし、スマホなし、ラジオなしの生活を強いられることになります。想像するだけでかなり辛いですね。特に家族と離れ離れになっている場合などは、災害用伝言ダイヤルも確認ができないため、電力については水や食料に並んで、絶対に備えておきたい備蓄品と言えるでしょう。では具体的にどう備えればいいのでしょうか？今回は、自宅避難、車内避難を想定する家庭を対象として、大容量のバッテリーをお安く手に入れて、ポータブル電源化する方法をお伝えします。今回は、リタイム社様からご提供いただいた、こちらのバッテリーを使用します。なんだ案件かと思ったそこのあなた。私は、視聴者様にとって役立つと思った案件しか引き受けません。今回案件をお受けすることを決めたのは、リタイム社の担当者様と何度もやり取りをし、私が製品を使った上で、実際に役に立つと思ったからです。その点は、留意していただけるとありがたく思います。まず、ぜひ知っておいていただきたいこと、なのですが、私、何を隠そう。バッテリーなんて触ったことが一度もありません。車のバッテリーも車検の時に何も考えずに、全部業者さんに任せて、これいいよと店員さんに言われた高いバッテリーを突っ込まれて、それを父に後で笑われても、何に笑われているのかがわからないくらいの素人です。リタイム社様からバッテリーの案件をご提案いただいた時も、製品のレビューや他の動画を見たところ、配線がごちゃごちゃってなっている画像映像とともに、オフグリッドシステムの構築に役立ったとかなんとか、専門用語が大量に使われているのを見て、私には到底無理だと思って、速攻で断ろうと思いました。医学論文の方が全然簡単に読解できます。なんでそんな私が今回バッテリーをポータブル電源化しようなどという土地狂った試みをしようと思ったかと言いますと、理由は3つあります。1つ目は、値段です。以前こちらの過去動画でポータブル電源について触れましたが、やはり高くて買えないという意見がちらほらとありました。
今回ご提供いただいた容量の電力を備えたポータブル電源を買おうとすると、だいたい30万円から40万円というぶっ飛んだコストがかかります。その点、こちらはバッテリー本体と周辺機器を揃えても、およそ10万円台前半から20万円程度で済みます。今回ご提供いただいたバッテリーは、容量も出力もすごいので、それでも値段はそこそこですが、スマホやライトなどを使うための最低限の容量と出力を備えようとした場合は、さらにコストを抑えることができます。コストの壁をクリアした選択肢を示すことで、視聴者様が一人でも多く電力を備えられるのではと思いました。二つ目は、バッテリーという未知の存在を皆さんの選択肢の一つとしてご提示できないかと思ったということです。バッテリーを単品で買って周辺機器を自分で接続するとなると、それだけで難しいから無理だと判断してコストの高いポータブル電源を買ったり購入を諦める方もいらっしゃると思います。私のようなど素人でもバッテリーを実用させられると示すことができれば、視聴者の方々の中に災害に備えてバッテリーを持つという選択肢が増えるのではないかと思いました。3つ目は重さです。ポータブル電源はバッテリーに加え、それらを電源として機能させるための周辺機器が全て取り付けられて一つの箱に収められています。そのため 3000Wh のポータブル電源ともなると優に 40kg を超えます。対してバッテリーの場合はバッテリーと周辺機器を別々に運ぶことができ、バッテリー単体なら重さは 20kg 程度です。大容量バッテリーを自宅に据え置く場合でも、掃除や手入れのために移動させたりしますし、災害発生時に自宅に保管しておいたバッテリーを車に積むという場合も持ち運ぶ必要が出てきます。大きいものはキャスターがついている場合があるのですが、もはや 40kg 超えともなると、キャスター云々の話ではなく、重いから嫌と思う人も少なくないでしょう。バッテリーの場合、一番小さい、およそ17万 mAh のものなら、約 5kg という、子供でも持てるような重さまで、軽量化させることができます。バッテリーを選択肢として提示できれば、大容量の電力を女性やご高齢の方、子供でも扱える重さで備えることができる、ということを示せるかなと思いました。ということで、決死の覚悟で、バッテリーの案件をお受けしました。さぞ大変なんだろうなと思っていましたが、嬉しい誤算が起きました。まず、今回担当してくださったリタイム社のスタッフ様がとても親切でした。私が災害時にバッテリーに求める容量や使いたい家電などを伝えると、ど素人の私にもわかるように親切に教えてくださいました。他の方のレビューにも他社製品のものなのに使い方を教えてくれたとか、困ったことを聞いたら詳しく教えてくれたなど、スタッフの方の対応を評価するものが多数ありました。決して安い買い物ではないので、サポートがしっかりしているというのは本当にありがたいです。もし皆さんもこの動画を見て、バッテリーをリタイム社様から買おうと思ったけど、選び方がわからないと思われたら、ぜひ直接相談してみることをお勧めします。びっくりするぐらい丁寧にサポートしてくれますよ。そして、届いたものがこちらです。まず結論からお伝えしますと、超簡単に使えます。日本語でフルカラーの説明書がついてくるのですが、使い付きでわかりやすく、この通りにやればあっさり使えてしまいました。さて、それではバッテリーが届いてから数日間使用して、接続方法や使用方法もおおむね理解しましたので、こちらのバッテリーについて詳しく解説し、バッテリーを使用するための準備を実際にしていきましょう。このチャンネルでは、幅広い知識と経験を持つ健康防災アドバイザーのいろはが、防災と健康をテーマに、信頼性が高く実用的な情報を厳選してお届けしています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バッテリーについて、今からバッテリーについてお話ししていきます。使用方法とは直接関係ないかもしれませんが、大容量バッテリーというエネルギーの塊を持つのは怖いという方もいらっしゃると思いますので、安全性や何年くらい使えるのかという点をサクッと解説していきます。高額なものを買ったのに3年と持たずに買い替える必要があるなら買わないですもんね。まず、バッテリーとは簡単に言うと巨大充電池のようなものです。中に大量の電力が入っています。今回ご提供いただいたバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンが使われています。最新のポータブル電源と同じ素材ですね。以前までよく使われていた
三元系リチウムイオン電池と比べて、リン酸鉄リチウムイオン電池には、高品質、軽量、長寿命、出力が安定していて、安全性が高いという特徴があります。リタイム製のバッテリーには、さらに放電、充電のしすぎや、異常な熱や電流を感知すると、通電を自動で止めるための装置が組み込まれており、さらに安全性が高まっています。さらにバッテリーの寿命についてですが、従来のものは、おおむね500回の繰り返し使用が可能ですが、リン酸鉄リチウムイオン電池はおよそ4000回と、圧倒的な長寿命です。コスト的にはそれほど変わらないか。少し安い程度なのに、寿命が6倍というだけで、リン酸鉄リチウムの優秀さがわかります。と、リン酸鉄リチウムバッテリーの凄さが分かったところで、改めて今回のバッテリーを見ていきましょう。バッテリーの外観はこんな感じです。パッと見ただのプラスチックの箱です。サイズは 500ml のペットボトルと一緒に並べると、これくらいです。バッテリー上部に、プラス極とマイナス極の端子がついていて、ここに周辺機器を接続することで、いろいろな用途を持たせることができます。重さは約 20kg。女性でも何とか持ち上げられる重さです。男性なら余裕でしょう。両サイドに持ち手がついていますが、私の場合は持ち手を持つ、と、バッテリーが揺れて逆に重みを感じたので、バッテリーの縁に手をかけた方が持ちやすかったです。耐久性ですが、カタログ上だと4000回以上となっています。毎日使っても10年以上持つ計算です。バッテリーの出力ですが、最大で消費電力が 2560W までの家電を使うことができます。電子レンジで 1500W 程度なので、大抵の家電は使用可能です。消費電力の少ない家電やスマホ充電なら、複数台を同時に使用可能です。2500W あれば、電子レンジと炊飯器を一気に使うみたいなことをしない限りは、問題なく使用できると思われます。では、実際にポータブル電源として使えるように接続していきましょう。今回使うのは、こちらの2つの機器です。左のものは充電器、右のものはインバーターといって、バッテリーに入っている電力を電化製品に適した電力に変換してくれる機械です。これにつなぐことでバッテリーに入っている電力をコンセントから使うことができるようになります。ではまずは充電です。初めて使うときは充電をしてからと書いてありますので、充電できるようにしていきましょう。まずバッテリーの電極のネジを外します。ネジはドライバーで簡単に外せます。組み立て式の家具を組み立てる作業に比べれば100倍簡単です。そして、説明書の通りに電極の端子とバッテリーをネジで固定します。これで準備完了です。終わり？と思われた方もいらっしゃると思いますが、終わりです。あとは充電器のコンセントを家のプラグに挿してスイッチをオンするだけです。今回ご提供いただいた充電器は出力が 40A のものなので、満充電までに6時間かかります。この充電器はかなり充電スピードが速いですが、防災用バッテリーとして使うのであれば、よりコストの低い急速充電ではないものでもいいかもしれません。最近のポータブル電源は充電の速さをアピールしていますが、防災用バッテリーということであれば、必ずしも必要な機能ではありません。計画停電などがあった時用として、急速充電器を用意したいという場合は、急速充電できるものの用意をお勧めします。さて、充電が完了しました。充電が完了すると、充電器のランプの色が変わって、自動停止します。ではいよいよ、バッテリーをポータブル電源として使うために、インバーターと接続していきます。壮絶な作業が待っているのでしょう。ということで今回使用するのはこちらのインバーターです。定格出力が 2000W、最大出力が 4000W です。ざっくりですが、実際に家電を使うときは、合計の消費電力が 2000W までという解釈でいいと思います。バッテリーをポータブル電源化する場合は、充電器に加えて、インバーターが必須ですが、インバーターの性能によって使える電子機器が変わってきますので、注意しましょう。スマホなどを充電できれば OK という方は 1000W、家電を使いたいという方は 2000W のものを目安に選んでください。インバーターは、本体とバッテリー接続用のケーブルが2本入っています。ケーブルも端子も色がついているので、わかりやすくて助かります。バッテリーとインバーターを、それぞれ色を間違えないように接続していきます。バッテリーとの接続方法は、充電器と一緒で、ドライバーで接続します。
インバーターとケーブルを接続する際は、まずこちらのカバーを外します。カバーを外したら端子が出てくるので、こちらをネジで固定します。インバーター側の固定は、ドライバーではなくレンチですね。レンチは 13mm のものを用意しておきましょう。ちなみにこちらのレンチは100均です。これも締めるだけなので簡単です。インバーターの接続が完了したら、先ほど取り外したカバーを取り付けます。接続は以上です。はい、構えていたことがバカバカしくなるくらい簡単でした。やっぱ何でも拒絶せずにチャレンジすることが大切ですね。この作業をするだけで、ポータブル電源から大幅にコストダウンできるなら、災害用の電力備蓄としては、個人的にはこっちを選びますね。さて、あとはボタンを押して電源をつければ、準備完了です。インバーターはディスプレイがついていて、バッテリーの残量、バッテリーの負荷、使用電力を確認することができます。では、テストのために、こちらのクリスマスツリーのライトが点灯するか、試してみましょう。はい。無事に点灯しました。これでバッテリーのポータブル電源化に成功です。お疲れ様でした。というか、多分誰にでもできます。では次に、スマホがちゃんと充電できるか、テストしてみましょう。こちらも問題なく充電できていますね。あれ 10W？ これ 20W の急速充電ができるケーブルって書いてあったのに、やられちゃいました？まあ、それはよしとしましょう。ちなみに、バッテリーの上にインバーターを置くことも可能です。このように設置しておけば、省スペース化することもできます。さて、今回の動画では、実際に素人がバッテリーをポータブル電源として使うために、周辺機器と接続するところを見ていただきましたが、いかがでしたか？簡単そうでした？やっぱり難しそうでした？今回、実際にバッテリーを使ってみての感想ですが、超簡単でした。もちろんポータブル電源と比べれば、レンチやドライバーを使う必要がありましたが、個人的には、あまり手間がかかるとは思いませんでした。例えるなら、すき家で牛丼を買ってきて食べるか、レトルトの牛丼を家で温めて食べるかくらいの違いしか感じませんでした。その一手間をこちらがするだけで、より安く、より軽く、勉強をすればいくらでもカスタマイズできるため、バッテリーという選択肢も、なんか難しそうだからという理由で、外す必要はないかなと思いました。また、担当者の方に確認したところ、インバーターと充電器は、同時にバッテリーに接続しておいても OK ということなので、全部つないでおけば、電池やドライバーも、最初だけで済みそうです。もちろん電極が剥き出しになっていて、取り扱いに注意が必要ということもあるため、バッテリーとポータブル電源は、どちらが優れているかと比べられるものではなく、それぞれの家庭に合ったものを選べばいいかなと思いました。ちなみに我が家はちびっこがいて危ないので、そのうち、プラケースを改造して、危ないところは触れないようにしておく予定です。この動画を見て、バッテリーを備えようかなと思った方に、リタイム社様からサプライズがあります。なんと、当チャンネルの視聴者様に向けて、限定クーポンをいただきました。さらに2023年12月現在は、クリスマスセールが開催されていて、バッテリーや関連商品が、最大 30% オフの大盤振る舞い中です。少し手間はかかっていいから、コスパよく電力を備蓄したいという方、このチャンスをうまく活用していただければと思います。限定クーポンのコード、今日使ったバッテリー関連の商品リンクや、リタイム社ホームページのリンクは、動画説明欄に記載しておきますので、ぜひ詳細を見てみてください。さてさて、今回はバッテリーの接続方法と通電テストまでを実施しましたが、このシリーズは、もう一本続きます。次は、バッテリーを手に入れて確保した大量の電力を実際に災害時にどう役立てることができるか、バッテリーがあると被災生活がどう変わるのかについて、いろいろなアイデアをご提案していこうと思います。今までコストなどで大量の電力を備蓄することを諦めていた人にとっても、次の動画を見ることでコストをかけてでも電力を備える必要があるかどうかを判断するヒントにもなると思います。ぜひご視聴いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。また、皆さんが今回の動画を見て、災害用にバッテリーを備蓄することについてどう思ったか、ぜひコメントで教えてください。参考にさせていただきます。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。